先日、投稿でもお知らせしましたが、チャンネル登録者が20万人を突破しました。いつも応援していただき、本当にありがとうございます。今後もよろしくお願いします。また、デンファミニコゲーマー様より、ポピープレイタイムに関するインタビューを受けました。すでに見てくれた方もいると思いますが、まだの方は概要欄のリンクから見ていただけたら嬉しいです。普段の動画ではあまり語らないようなプライベートなことまで話しているので、興味がある方はぜひご覧ください。その中で、私が長年追い続けてきた主人公の正体について少し触れている場面があります。このチャンネルを見てくれている方は、すでに耳にタコかもしれませんが、私はこれまで、リッチことリチャード・ロビッツが主人公ではないかと結論付けてきました。しかし、最近の調査であることに気づき、その結論が大きく揺れました。主人公はリッチではないのか。そう考えていた段階から、主人公はリッチで確定だと考えるようになったのです。これまで積み上げてきた考察に加えて、ついに確証を得た瞬間でした。その瞬間、脳汁が止まりませんでした。主人公はリッチ。まず、先ほど触れた最近の調査について説明しておきます。現在、このチャンネルではポピプレ以外にガーテンオブバンバンも取り上げています。その中で私が注目したのが OST、オリジナルサウンドトラックでした。YouTube にはゲーム内で使用された BGM が投稿されており、それぞれの楽曲タイトルも確認できます。これを睡眠用 BGM として活用しているのは私だけではないはず。そんな中、ポピプレの OST タイトルに深く注目してみたところ、主人公イコールリッチを確定づけるほどの情報が出てきました。もう、リッチでいいんじゃないか、そう思う方もいるかもしれません。今回、その決め手となった OST は2つあります。チャプター3では、ここがあなたの家だ。そしてチャプター2では、完璧すぎて、失うわけにはいかない。この2曲です。それでは、順を追って説明していきます。ここがあなたの家だ。まず、曲のタイトルがそのまま物語上の意味に直結しているとは考えていません。しかし、タイトルにはその場面のテーマや何らかの意図が込められていると思っています。したがって、ここでは具体的な根拠を示しながらタイトルの由来を考えていきます。特に注目したいのは、だけが大文字になっている点です。ここがあなたの家だと強く断言するようなタイトルにも見えます。では、実際にこの OST がどこで流れているのかを確認してみましょう。場所はホームスイートホーム。最後のパズルを解き、その先へ進む場面で流れます。ホームスイートホームは孤児たちが暮らしていた場所であるため、孤児に向けたタイトルだと考えることもできるでしょう。しかし、エリオットの言葉にもある通り、孤児たちにとっての家はプレイケア全体であり、ホームスイートホームだけに限られていたわけではないと思います。では、ここで示されている家とは誰にとっての家なのでしょうか。ホームスイートホームの幻覚で見た不気味な従業員向けの案内からもわかる通り、プレイタイム社は従業員に対して会社こそが自分たちの家であるかのように伝えていました。つまり、元従業員である主人公にとってもプレイタイム社が帰るべき家であることを示していると考えられます。しかし、本当にそれだけなのでしょうか。主人公に向けられた言葉であると同時に、孤児たちにも向けられたダブルミーニングである可能性は否定できません。ただし、この OST が流れるタイミングに注目すると、さらに別の意味も見えてきます。この曲が流れるのは、ホームスイートホームの最後のパズルを解き、そのエリアを抜けていく場面です。実際に先へ進むと、そこには謎の通路があります。壁には、シリーズを通して何度も見かける謎のポットが設置されています。学校の裏口につながる通路にも似た設備があったことから、これはプレイケア内で共通して使用されていた設備だと推測できます。では、このポットは何なのでしょうか。そのヒントがセーフヘイブンにありました。セーフヘイブンの広間からつながる部屋の一つに出荷部屋があります。ここは簡易的な倉庫のようになっており、リッチの VHS も見つかる場所です。出荷作業を行う部屋にこのポットと似た設備があることを踏まえると、これは物資を運搬するための荷物用リフトだった可能性があります。このポットに物資を乗せ、施設内の別の場所へ運んでいたのではないでしょうか。つまり、ホームスイートホームの先に出荷用と思われるリフトがあるということは、この通路が物流や出荷に関わる従業員にも使用されていた可能性が出てきます。パズルを解いた直後に流れる、ここがあなたの家だという OST。この曲が、ホームスイートホームだけではなく、その先にある物流、出荷部門を思わせる通路で流れていることにも意味があるのではないでしょうか。そして、リッチは物流部門のトップでした。さらに、ミス・ディライトが主人公を認知していること、
そのミスディライトを倒した直後に荷物用リフトを思わせる通路へ進むこと。この一連の流れにも主人公とリッチを重ねる意図が隠されていた可能性があります。失うには完璧すぎる。次の曲は失うには完璧すぎる。実はこの言葉を発している人物がいます。それがポピーです。チャプター2のラスト、列車に乗った主人公に対してポピーは工場を離れることを恐れ、あなたは失うには完璧すぎると告げます。そして主人公を出口ではなく工場の奥深くへと誘導しました。このセリフが主人公に向けられたものであることは確定しているため、この言葉そのものが主人公と明確に結びついていると考えられます。ではこの曲はどこで流れているのでしょうか。それがリジェクトルームです。以前の動画でも取り上げましたが、このエリアはリッチがかつて働いていた場所です。主人公に向けられた言葉をタイトルに持つ曲がなぜリッチの元職場で流れるのでしょうか。自然に考えれば主人公とリッチの間に深いつながりがあることを示しているように見えます。しかしこの場所だけを見れば破棄されたおもちゃたちを惜しむ曲とも考えられます。あるいは失うには完璧すぎるというタイトルとは正反対に完璧ではないと判断されたおもちゃが捨てられている、その残酷な対比を表している可能性もあるでしょう。そのためリジェクトルームで流れているという事実だけでは主人公とリッチを結びつけることはできません。ですがこの曲が使用されているのはリジェクトルームだけではありません。チャプター2のエンドクレジットでも流れており、特定の場所だけではなくチャプター全体の余韻を担う特別な曲として扱われています。さらになぜかチャプター1のクレジットにも採用されています。まだリジェクトルームすら登場していないチャプター1でなぜこの曲が流れるのでしょうか。リジェクトルームが登場する以前から使用されていたのであれば、この曲は破棄されたおもちゃだけを表したものではありません。主人公や物語全体に関わるテーマが込められている可能性があります。そしてその曲がリッチの元職場でも流れている。これが主人公イコールリッチ説をさらに補強しているのです。つまりこの曲は特定の部屋を表した曲ではなく、10年後に工場へ戻ってきた主人公そのものを象徴する曲だったのではないでしょうか。つまりここがあなたの家だは主人公が工場へ帰ってきたこととリッチが所属していた物流出荷部門を結びつけています。そして失うには完璧すぎるは主人公に向けられたポピーの言葉とリッチの元職場であるリジェクトルームを結びつけています。さらにこの曲はチャプター2だけでなくリジェクトルームすら登場していないチャプター1のクレジットから使用されていました。つまりこの曲は単に破棄されたおもちゃを惜しむ曲でもリジェクトルームの残酷さだけを表した曲でもありません。シリーズの最初から主人公自身に与えられていたテーマだったのではないでしょうか。1曲は主人公にここがあなたの家だと告げています。そしてもう1曲は主人公が失うには完璧すぎる存在だと示しています。その上1曲はリッチの元職場と直接結びつき、もう1曲も物流出荷部門との関係を思わせる場所で使用されています。これを単なる偶然として片付けるのは難しいのではないでしょうか。これまで積み上げてきた主人公の役職や人物像、他のキャラクターとの関係、そして今回判明した OST のタイトルと使用場所、その全てを重ね合わせた結果、主人公はリッチことリチャード・ロビッツでほぼ確定です。制作側はシリーズの最初から主人公の正体につながるヒントをセリフだけではなく音楽のタイトルや使用場所にまで忍ばせていたのかもしれません。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。